結構傾いてるね。傾いてるね。結構だね。結構いったんだ。3センチ。25？ 25はいってる感じ。結構あるな。縦が収まらんのちゃうこれ。土台を交換した浴室の壁に筋貝を入れていきます。この家は東側に向かって傾いています。さらに右側の柱は土台を交換した際に補助がなくなっているので、筋貝の方向はこのようになりました。もちろんダブルで入れたいところですが、今回は全面的ではなく最小限の補強にします。木の反り具合を見ています。わかりにくいかな。わかりにくいかな。こうやな。こっちを表にするね。こちらの壁にも筋貝を入れ直します。筋貝が入る壁面の土台と柱の長さ、縦と横の内寸法を測ります。1705ね。筋貝専用定規を使いたいところですが、既存の間柱があるので使えません。2575。今回はメジャーと差し金を使って筋貝の隅をつけます。よく同じ寸法を何度も測るときや、絶対に間違えたくないときなどは、端材などを利用して専用の定規を作り墨をつけたりします。メジャーでその都度測っても良いのですが、間違える可能性が高くなります。見習いさんでも20年近くの経験があっても、あれ？人は間違うものです。あれ？これもったいないのさ、継ぎたい。かけように継ぎ足す。2575の1705じゃなかった？まるで間違えたことはなかったかのように、そうな。筋貝の墨の出し方の説明が始まりました。170ね。測った寸法の10分の1の数字が来るところを差し金で当てます。10にしたうちの半分の、ここが半分ね。これ、こうやって、カニ巻くだけです。で、ここが対角の長さ、311。ね。はい。311だから、長めにするんで、315にします。つまり3150にすればいいね。かける10をすればいい。そう。257、170。こちらの長さに10をかけると、筋貝のおおよその長さになります。筋貝の片側を加工します。一番長いところから実寸より少し長めに切ります。次は間違えられません。いいね。一応いいね。仮当てして角度を測りました。刃に負荷がかかっている音がしています。筋貝を加工するときは安全カバーを上げるのですが、まあいろいろとあって上げれません。こちらにはもともと筋貝は入っていましたが、
シロアリの被害があったので交換することに。今回は筋貝の方向を変えます。元々の方向だと筋貝の根元がシロアリ被害のある土台の上に来てしまうからです。どうやってる？気をつけてね。無理だな。ここもカバーをロックしたいところですが、やめときます。既存の回しらは筋貝があった箇所を切り替えてあります。筋貝の方向を変えるので新たに筋貝書きをしなければいけません。マルチツールやレシプロソーがなかったらのみや手のこでやることになると思いますが、体勢が悪い脚立の上だと結構な時間がかかると思われます。ほんまにいいよね、道具。リフォームでは解体作業がつきものです。なるべくまとめて最初に壊すのですが、細かいところは造作しながら壊すこともあります。このちょっとだけ壊す作業になるべく時間を使いたくないものです。手軽に取り出せる充電工具はありがたいです。とはいえ、充電工具の進化で仕事が楽になったかというと、実際は工期がどんどん短縮され、逆に忙しさは増している傾向にあります。安さとスピードが求められるこの時代ですが、それは本当に消費者にとって得なのでしょうか。時間や予算の締め付けは出来栄えや成果に影響が出ることもあります。このワンハンドのレシプロソーは本当に出番が多いです。このような狭い場所での作業では大きなレシプロソーは使いにくいですよね。失敗した。そして電動工具がいくら進化しても手仕事での調整は必要です。筋貝をはめ込んでいきます。実を言うと、このシーンは私が撮影をミスしてしまい、テイク2です。もう撮影はしなくて良いと言われましたが、今回だけ特別です。うまくいった作業を動画のためにやり直すのは本末転倒ですね。次は大引きを加工していきます。上がってどうかな。橋っていう字。ああ、木偏に。木偏じゃなくて、立つっていう字に。カズさんは結構何でも器用にこなしますが、漢字の読み書きだけは私の方が上です。私たちがお仕事させてもらうお家は築40年以上経過している場合が多く、このお家のように布基礎であることが多いです。作業中は地味に土や砂との戦いになったりします。カンナやノミなどの刃物や
丸ノコなどが砂を噛まないように管理には気を使います。靴の中にも砂がいっぱい入ってきます。コンクリートと違って地面を汚しすぎると掃除も大変です。メリットがあるとすれば、物を落としても壊れにくいことでしょうか。これ落とすかな。レーザーでレベルを見ながら高さを調整していきます。マルチツール研磨は意外と便利です。大工としてちょっと反則な感じはしますが。こちらのスペースは既存の大引きを再利用します。ただ、大引きが大きくむくり上がっています。下が土だとベタギソのように構成塚で下から引っ張ることができないため、レーザーを見ながら大引きの上刃をまっすぐに削ることにします。なお、後にわかりますが、ここだけ大引きの向きが違うのは、サッシ下の朽ち果てている土台を補強しながら床を組みたいからです。階段下にある上半分が普及した土台です。既存の土台を書き込み、大引きを渡してかけました。こちらの土台に根田受けを乗せ、3尺いった大引きの小口に釘で固定し、さらに3尺いった階段下の柱に固定、そして奥の土台に乗せて補強を兼ねた水平な床組みを作ります。使い石は今回もともとあったものを再利用させてもらいます。ただ置いてある状態でしたので、砕石で地固めをしてモルタルを入れ、ブロックを設置し直しました。清水さんが助っ人に来てくれました。売れっ子ですね。もう5分引っかかったら文句なかった。清水さんがいると現場が明るくなります。カズさんは施主様と打ち合わせをしています。構成塚についてくる釘とビスです。このビスはあまり好きではありません。最新のやつ。最新ですか？そうなの。最近は牧田さんもイエローや紫、オリーブなどのカラフルな工具を出していますよね。個人的にはオリーブ色にハマっています。金物を取り付けるために筋貝を一度取り外します。金物用の四角ビットです。柱に欠損があるため、正面から打つプレート型の接合金物は使えません。リベロという形状の違う金物を使って工夫して取り付けます。このようにイレギュラーな状況の時は取り付けに苦慮することもあります。
筋交いの接合金物の種類は大きく分けて3つあります。柱、防火材、筋交いの側面から施工するプレート型。リフォームでもよく使いますが、床と干渉する時もあり、外壁側に使うことも多いです。防火材の上に置き、柱と筋交いと3面でしっかり接合するボックス型。そして今使っている柱と筋交いの2面を接合する2面施工型です。中等中脚金物との干渉を防ぐことができるので、最近は2面施工型を多用してしまいます。一見2面施工型は柱との接合のみなので弱い印象ですが、個人的には先の細い端部にビスを使わないこちらの方が良い気もします。金物のビスは太く、必要な本数も決まっています。でも実際はそんなに打たない方が良いのではと思うこともあります。リフォームで既存の木材が古い場合、ビスに耐えられない気がするからです。まあでも決まりなので仕方ないのですが、こちらの既存の筋交いにも金物を取り付けていきます。今ホールダウン打たなあかんの本当は。リフォーム現場では時に問題発生と解決を繰り返す、一息つく間もない無限ループ状態となります。まだまだ工事は続きますが、完成まで突っ走るのみです。インスタグラム、ツイッターやっています。村田和公式ブログでは動画の詳しい記事が見れます。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。